はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっとやる作業がありまして、枝の剪定をね、していきたいと思います。で、ちょっと奥の方にね、前からちょっと気になってる、枯れた枝がね、結構伸びてますんで、それをちょっと切ってね、綺麗にしていきたいと思います。で、そこで使う道具なんですが、高いところのね、枝を切るっていうのはなかなか難しいですね。脚立で登ったりとか、木を登ったりしないとなかなか難しいんですが、今回ねちょっと一つご提供いただいたものがございます。はい、こちら、はい出ました。ケブテックのね、はい高枝電動チェーンソーということで、ケブテックからは前回、高枝切り電動剪定バサミの方をね、ご提供いただきまして、そちらのレビューの方もねさせていただきました。オレンジ色でね、有名なケブテックさんですね。で、あちらで枝の剪定とかね、結構何回かやってたんですが、枝の剪定はできます。ただ、大きさがね、太さが限られてきますんで、30ミリとかね、35ミリとかね、いろいろありますけれども、太さが限られてきます。で、今回ね後でお見せしますが、ちょっと枯れた枝をねちょっと剪定したいんですけれども、太さがね結構あります。そこそこね。なのでそういった場合に電動剪定バサミじゃ使えないんですね。で、登ってね、チェーンソーまたはノコギリとかでね切ったりとか、高い脚立を使ったりね、そういった風にしないとなかなか切れないですよね。で、そこで便利なのがこの高枝電動チェーンソーということで、これをねご提供いただきましたので、こちらをちょっと早速使って、剪定の方ねやってみたいと思います。まずちょっとね開封の方をしていきたいと思います。はい、じゃあ今ね、全て出しました。結構ねいろいろ入ってます。で、バッテリーがね、今回2つ入っております。18V 2A タイプですね。はい、これが2つ入ってます。で、これはね、一応全部満充電かけておきましたので、2つともね今満タン入っております。はい、満充電ですね。で、あと手袋がね、滑り止めのこの軍手が1つ入ってきてます。すごいね、これケブテック色ですね。オレンジ色のケブテック色です。はい。で、本体のこのハンディチェーンソーがこれです。はい。ガードがついてて、バーがついてて、もうチェーンソーのチェーンがねもう組まれてますね。はい。一応ねこれつけるのかなと思ったら、これ予備でした。はい。今ね新品開けたんですが、はい、ちゃんとついてます。で、これもねあと後ほどちょっと解説していきます。で、これがね、ツールキットとなってまして、いろいろ多分入ってるんでしょうね。ドライバーとかかな。はい。ブラシ、こう木くずとかね清掃するためのブラシ、あとプラスドライバーが入ってますね。はい。これねいろいろ入れれそうですね。一応ねこういったものに、あと替えのチェーンソーの、総チェーンとかね、こう入れておきます。はい。で、バッテリーを充電するための充電器。これね一気に2つできるみたいですね。はい。ここにね、挿すところがあって一気に2つできます。で、一応ね形状的にはマキタ互換バッテリーなんですが、マキタの充電器またはマキタ互換充電器では充電できません。ここにね、黄色い端子がありませんので、なのでこういったものでね、充電する必要がございます。これにね、適した、充電器、ワンタッチでねこうカチャってはめれる充電器もありますんで、それはね、前回ご紹介しておりますんでね、そちらの方をご覧いただければと思います。はい、あとね、このメインのね、はい、高枝用の延長ポールですね。はい。いいですね。アルミ製です。はい。結構ね、軽い方じゃないですかね。うん。結構軽いと思います。はい。で、ここを回してね。はい。こう、伸ばすことができます。はい。これもね、後でちょっと一緒に使ってみます。はい。じゃあ、あとね、ここ安全スイッチと、あとトリガーね。はい。ちゃんとついてます。はい。はい。あとね、これ入ってきてます。保護メガネ。またケブテック色です。オレンジのね、かっこいいの入ってきてます。なんかね、ちゃんとゴムで、こう、シリコンゴムみたいなやつでね、なってますんで、こう、痛くならないようになってますね。はい。で、このタイプはね、このハンディチェーンソーだけで、こう、例えば、こう、ああいうね、薪を作ったりとかね、するまでだったら多分こういうので大丈夫だと思います。で、高枝を使って、上の枝を切ったり、剪定したりする場合、ああいう場合はね、上から切りくずとかね、あと、枝が落ちてきますんでね。
こういったね、林業用ヘルメットがあった方が一番いいかなと思います。はい。これもね、ちょっと後で、実践してみます。はい。で、今回のチェーンソーはね、6インチですね。6インチだとね、だいたい15センチぐらいですね。はい。ここ15センチぐらいの、チェーンソーになります。で、これね、簡単にね、チェーンがね、貼れるみたいですね。はい。もうこれで貼れたのかな？はい、貼れます。なんか自動で貼れるみたいですね。ちょっとね、一回開けてみます。はい。ああ、こんな感じなんだ。で、こう、バネがついてます。はい。このガイドバーにね、ここにバネが仕込まれてて、勝手にね、緩めると動くようになってますので、チェーンソーのこのソーチェーンの針調整っていうのはね、不要みたいですね。はい。これとってもいいですね。はい。一回緩めてあげれば、勝手にいいテンションに、ね、なるというふうになります。いいテンションになるかどうかはね、ちょっと後で使ってみますけども、調整不要というふうになっておりますんで、わざとね、ちょっと今緩めました。はい。で、ここからね、ソーチェーン貼る場合ですね。はい。ちょっと緩めます。はい。もうこれでね、貼られました。貼られたっていうか、はい。もうこれでね、バネの力で貼られましたんで、あと締めるだけですね。はい。そうするとね、はい。ちょうどいい感じです。うん。実際にもね、いい感じだと思います。で、安全カバーもついてますんでね。はい。これだけでも十分使えます。試しにね、ちょっとバッテリーをつけて回してみます。で、安全スイッチこちらもありますんでね。はい。安全スイッチを押さないとならないようになってます。電源がね、ここですね。はい。今ね、満充電してますんで4つついてます。はい。じゃあこれ回してみます。お、すげえ。お、なんかすげえな、これ。はい。レスポンスめっちゃいいです。これは結構ノンストレスじゃないですかね。結構電動式のこういうハンディチェーンソーって今までも結構使ってきたんですが、初速がね、遅いんですよ。で、こう、ブーって上がるんですね。こう、ギュイーンって上がるんですが、結構ね、切り始めるまで時間がかかる。そこまでじゃないんですけどね、1秒とか、2秒ぐらいなんですが、意外とね、ストレスがあるんですよ。これはね、めちゃくちゃレスポンスいいです。はい。もう初速がもうすぐマックスになる感じです。はい。慣れればね、大丈夫。初心者の方はね、遅い方がいいのかもしれないですけども、すぐ慣れますんでね。はい。初速早い方が使いやすいと思います。これはいいですね。はい。じゃあまずね、使用する前にチェーンソーオイルをね、入れる必要があります。これ自動給油になってます。最近のはね、もう自動給油ですね。はい。で、ここを開けます。はい。で、ここにね、オイルタンクがありますんで、そこにね、チェーンソーオイル入れていきます。はい、入りました。そしたらね、まず一回チェーンを回して、チェーンソーオイルがちゃんとね、出るかね、それを確認します。はい、今ね、ここにちゃんとチェーンソーオイルがね、出ましたんで、これでね、もう潤滑されてますんで、これでね、使用できる状態になりました。じゃあまず早速ね、これ、延長ポール使わないでどれくらい切れるかね、試しにやってみたいと思います。で、ちょっとね、メジャー持ってきましたんで、はい、刃の長さが今ね、15センチになってます。15センチなので、一応説明書ではね、切れる範囲の方が、100から130ミリという風になってます。10センチから13センチね、となっておりますんで、どれぐらい切れるかね、ちょっとやってみたいと思います。はい。そしたら今そこからね、薪を出しました。で、ちょっとテストするのは、12センチぐらいですね。はい。これをね、ちょっと試しにハンディチェーンソーだけでね、ちょっと切ってみます。
はい、バッチリね、切れました。この硬いね、桜の木なんだけど、ちょっと時間かかるんだけどね、もちろん電動なんでね、ちゃんと切れます。はい。で、途中でね、止まることもなく切れます。結構ね、こういったハンディチェーンソー、負荷がかかるとね、止まるチェーンソーがありますけども、ケブテックはね、意外と粘りますね。はい。まあ、十分パワー的には問題ないです。ちょっとね、試したのがかなりハードなね、桜の木でしたんでね。はい。まあ、こんな感じでね、薪作ったりとか、こういう小さい、枝とかね、木を切ることもできます。じゃあ早速ね、お待ちかねの高枝チェーンソーでね、ちょっと枝のね、剪定の方やっていきたいと思います。はい。じゃあね、今、この延長ポールの方にハンディチェーンソーをつけました。で、こんな感じでね、つきます。で、一応ね、長さ測っておきます。このね、刃の先端からね、はい、測ってみます。はい、そうするとね、だいたい、まあ、190、200センチぐらいかな。2メーターぐらいまではね、手元で延長できますね。はい。なので、そこそこはね、届くと思います。じゃあ実際にね、これ試しにね、ちょっと高いところの枝をね、切ってみたいと思います。はい。じゃあ今日ね、やりたいのは、ここです。隣の土地との境界なんだけど、ここの、これ栗の木ですね。あとこれ松の木が生えてます。で、ここね、ちょっと栗の木がね、松の方まで伸びてちょっと邪魔してるっていうのと、あと、この枯れた枝、こういうやつとか、こういうの。これがね、ちょっと邪魔で切りたかったんですが、チェーンソーをそこまで上げるのはね、結構難しいんでね、高枝チェーンソーで、ちょっとやってみたいと思います。で、松がね、これがちょっと二股に分かれてます。けど、どっちか切ろうかなと思ったんですけどね、二つともね、上で、葉っぱが出てますんで、ちょっともったいないんでね、そのまんまにします。あと奥の方にもね、松あります。これと、あとこの大きい木ね、これ。この大きい木、これも松ありますんで、ちょっと枝をね、剪定していきたいと思います。これ隣の土地なんですが、隣の地主さんから許可いただいておりますんで、まあ、切ったりね、剪定したりしていいよということで、まあ、全然来ない方なんですがね、はい、許可いただいておりますんで、ちょっと綺麗にね、やっていきたいと思います。まずね、この栗の木、これの、この枯れた枝ね、ちょっと、まあ、自力ではちょっと届かないんだけども、脚立とか使えば届くんですが、ちょっと高いところでね、チェーンソーを使ったりするの危ないので、高枝使ってやってみます。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃ綺麗になりました。一瞬で。結構ね、切れました。力はね、意外と強いです。で、やっぱちょっとね、負荷かけると止まるときあります。まあ、これはね、ちょっと力加減で調整して、あんまりね、こう、ポールなので、結構寄りかけても結構な荷重がかかりますんでね。なのでそこはちょっと手元の力加減で調整してあげれば、切れます。今、高枝のこの、枯れた枝ね。
はい、これぐらいの太さです。これね、簡単に切れました。で、つるもね、周りに巻いてたんですが、一緒に切ってやりました。はい。あと、こういうやつね。はい。こういう枯れた枝と、こういう枯れた枝。はい、切れました。すっきりした。はい。まあ、今ぐらいの高さであれば、ギリギリ、私がね、身長大体172、3センチなので、私でね、多分大体手の位置で2メーターぐらいだと思うんで、そこから2メーター延長し4メーターぐらいということですかね、は切れる感じになります。はい。これはね、さっぱりしました。はい。じゃあその次にね、この松をね、ちょっと届くところまでね、枝剪定していきます。はい、どうしてもね、この枯れた枝ね、こいつを切ってやりたいので、今、脚立持ってきました。ちょっと気をつけてやっていきます。どうでしょうか。綺麗にね、切れました。あと、この栗の木もね、ちょっといらない枝がありましたんでね、それも剪定して落としました。いや、結構ね、使えます。もう脚立あればね、その分高く上がれるんですが、ただね、ちょっとポールが長いのでね、ちょっと気をつけてバランス取らないといけないですけども、十分切れます。これ以上ちょっと高いのはね、危ないのでね、やめておきます。そしたらね、次に、この松かな。この松とかね、ちょっとここら辺の枝、届くところまで剪定していこうと思います。で、これもね、延長ポールで。で、周りが生い茂ったりしてるとね、あんまり中まで入れない時とか、入りたくない時ありますよね。そういった時にどうなるか、やってみます。で、もう手前のね、下の方の枝はもうちょっと枯れてるやつがありますんで、ちょっと剪定して、生きてね、葉っぱが出てるやつだけはね、残してやっていきたいと思います。あと周りもね、ちょっと結構繁殖してるんで、周りもちょっとね、すいてあげたいと思います。
はい、いかがでしょうか。結構ね、高くまで届きますね。ここ、何メーターあるのかな。多分、5メーターないか。まあ、4メーターぐらいかな。やっぱり。4メーターぐらいはね、ギリギリ届きます。それ以上はね、ちょっと脚立に登ったりしないと難しいんですが、まあ、ここまでね、枝打ちできればもう十分ですね。あと上はね、ちゃんと生きてる枝がもうすぐ上にありますんで、今ね、ちょうどいいところまで、行けた感じがします。はい、こんな感じでね、枝打ちもできます。で、先ほどのね、こっち、この松もね、もう枯れてる枝の方は全部剪定しました。奥のやつもね、はい。こんな感じでね、綺麗にすることができます。結構ね、気になってたんでね、今日これである程度処理ができちゃうんでね、良かったです。はい。こんな感じでね、高いところの枝もね、剪定することができます。はい。今ね、自分の山の下に降りてきました。前回ね、枯れ木伐採ということで、ここら辺のエリア全部伐採しましたよね。で、今ね、来たら結構もう、春になるとね、暗くなります。うっそうとしてきてますね。はい。意外とね、切ったつもりなんですが、まだまだ暗いです。はい。で、前回危険木伐採ということで、これ、諦めましたね。これちょっとね、つるを切って落としてみたいと思います。せめてここの大きいところだけでもね、落としてあげれば、ある程度危険は減りますんで、ちょっと届くかなやってみて、落としてみたいと思います。で、落とした瞬間にね、倒れてくるんで、そこはちょっと気をつけてね、やりたいと思います。あと、このつる、これもね、ちょっと気になるんでね、ちょっとどこまで切れるか、ちょっと高いところで切りたいんでね、やってみたいと思います。やってやりましたよ。前回あんなにね、苦労して、チルホールで引っ張った、これ、この横になった。今ちょっと自分に向かってきたからびっくりしたけど、やってやりました。上にまだちょっとぶら下がってるけど、あれはもう軽いんでね、ひとまず放置しておきましょう。はい、じゃあこのね、ちょっとつる、これもね、綺麗にします。いや、よかった。あれ、なんか今カメラが倒れたな。ちょっと映ってるかわかんないけど、今ね、切りました。はい、これ。で、そっからね、ばっつり、ちょっと見にくいね。はい、ここに浮いてるね、こっから下ね、こう垂れ下がってたやつね、今切ってありました。いやー、そこそこすっきりしましたね。いやー、これがね、ちょっとなかなかね、厳しいんですよね。やっぱ高いところで切るやつは。で、高枝のノコギリとかね、高枝切りの、3メーター、4メーターのノコギリとかありますけどね、あれも結構ね、難しいんですよね。何回か使ったことあるんですが、切るのが難しいのと腕がパンパンになるのとね、あとこういった浮いてるやつ、あとつる系はね、結構難しいです。なので、こういうチェーンソーの方がね、結構簡単なんでね、はい。いや、これでね、やってあげました。よかった。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、疲れました。チェーンソーね、軽いっつってもやっぱりね、
高い台になりますと多少の重量は出ますんでね、持ち続けるとね、意外と疲れます。で、ショルダーベルトみたいなのね、かけるところもありますんで、そういうの持ってればね、持ち運ぶ際にね、肩にかけて、持ち運んだりすることもできると思います。で、高枝チェーンソーね、今やってて分かったんですが、やっぱりね、これあった方がいいわ。顔とかにね、枝とかね、木くず落ちてきます。一番いいのは、この、人形ヘルメットに、こういった、保護メガネ、これをするとね、これをね、木くずが通過してくるんですよね。いつもチェーンソー使っている方はね、わかると思うんですが、今もね、結構切っててね、目に入りました。で、こういったものを併用した方が一番いいです。こう保護メガネ、透明でもサングラスでもいいですけども、併用してさらにこういったフェイスガード付き、イヤーマフはね電動なんでいらないんですが、こういったものがあった方が一番いいと思います。はい。でもね、今回見てていただいてね、わかると思うんですが、結構なね高さまで、枝の剪定ができます。で、これ単体でね、使うと意外と粘る感じはしたんですが、やっぱり延長ポールにつけるとね、力がやっぱこうかかりますね、そこを加減しないと途中で止まりますので、力の加減をしながらこう切る感触とね、手に伝わる感じで、いいところを探ってねやってあげれば十分問題なく切れました。つるとかもね、十分切れましたんでね、つるはねちょっと手の子とか結構難しいんですよ。ブラブラ揺れますんでね、こういったチェーンソーとかの方がやりやすいです。またはね、あと、高枝の剪定バサミね、前回紹介したようなやつ、ああいうやつの方がね、やりやすいと思います。はい、じゃあ今日はね、ケブテックの、この高枝チェーンソー、電動チェーンソーですね、こちらのご紹介でした。バッテリーもね、2つついてきてますしね、かなり家とかね、こういう山とかではね、役に立つと思います。あと概要欄の方にね、商品リンクの方貼り付けしておきますので、よろしければね、見ていただければと思います。ありがとうございました。